この動画は1年をかけて偏差値50くらいから現実的に東京大学の合格を目指すために必要となる具体的な勉強計画を紹介するという内容です。あなたが何かしらの試験に合格したいと考えているなら、ぜひこの動画を最後まで見てください。そしてそのまま真似するのではなく、計画を立てるとはどういう感じなのかという肌感覚を得てください。これから共通テストと二次試験の対策バランスを考えた1年間のスケジュールを示します。時間軸に沿って段階的に何に重点を置くかをまとめたので見ていきましょう。3月から5月、苦手科目の基礎力養成を最優先します。特に数学は毎日演習して計算力、基礎知識を定着させましょう。数学の教科書レベルの復習と基礎問題集の回答演習を行い、公式解法パターンを暗記していきます。また、英単語、英文法など、英語の基礎もこの時期に固めます。毎日少しずつ単語暗記と文法問題演習を継続していくという過ごし方です。国語は現代文読解の基礎と古文単語、文法の暗記をはじめ、社会理科は学校の授業内容の復習と参考書の精読から取り組みましょう。もし社会が苦手なら、まず教科書で基本事項を理解します。この段階では共通テストよりも基礎学力の底上げに集中します。10時間世界史、11時間地理、12時間日本史の動画を使っても OK です。6から8月、基礎固めと並行して志望校レベルの問題にも徐々に挑戦します。夏までに主要科目、数学と英語の基礎教材を一通り終えたら、数学は応用問題集に入り、典型的な難問へのアプローチになれます。英語は長文読解演習を本格化し、英文解釈や英作文の練習も開始します。夏休みはまとまった勉強時間が取れるため、社会と理科の強化にも着手しましょう。社会は選択科目の全体像を一通り学び終え、一問一答や用語集で暗記を進めます。理科は理系科目の基礎事項を総復習し、基礎問題集で典型問題に取り組みます。夏の終わりには模擬試験を受験し、英語、数学、国語で目標点の8割程度を取ることを目指してみましょう。8割を取るってことじゃなくて、本番で6割を目指すんだったら6割 ×80% で 48% くらいを目指すってことね。そしてその結果から自分の弱点を分析し、今後の勉強計画に反映します。9月から10月、共通テスト対策と二次試験対策を並行して進める時期です。共通テスト対策として、各科目の過去問や共通テスト形式の問題演習を定期的に行います。この時期は月1から2回程度、各科目別または全科目セットで時間を計って解く練習を始めます。特に社会と理科は共通テスト形式の演習で得点力を上げ、時間配分に慣れておきます。共通テストの難易度は下がっているので、現状の実力がある程度ある人は、二次試験対策にかなり比重を置いても、結果的に共通テストの成績が上がるという現象が起きるので、バランスが大事です。数学・英語は二次試験レベルの問題演習もこの頃から本格化します。週に一度は東大の過去問やそれに準じた記述式の問題に挑戦し、記述力や思考力を養いましょう。例えば、数学は東大過去問の中からできそうな問題をピックアップしといてみるとか、英語は長文の要約や和訳、英作文の練習を始めます。国語も記述式の問題演習に取り組み、記述答案の書き方になれます。11月から12月、共通テスト対策を最優先に切り替える時期です。共通テストの過去問演習を頻度高く行いましょう。11月は2週に1回程度、12月は毎週1回以上は本番同様の時間割で模試形式の演習をするのがおすすめです。時間制限内で解き切る訓練を積み、科目ごとの得点戦略を確立します。間違えた問題は徹底分析し、知識の抜け漏れをその日のうちに補強しましょう。特に社会は用語の最終暗記仕上げ、理科は公式や典型問題の確認を繰り返し行います。数学、英語、国語については共通テストレベルの問題集や予想問題で演習量を積み、ケアレスミスを減らす訓練をします。ただし二次試験で使わない科目ほど共通テスト対策に比重を置き、二次試験でも使う科目はこの時期も週1回程度は記述式問題に触れておき、勘が鈍らないように維持します。1月中旬頃に共通テスト本番があります。年明けから本番までは新しい問題に手を広げすぎず、これまで解いた問題の復習や暗記の総仕上げに専念しましょう。生活リズムを崩さず、体調管理に努め、前日は早めに就寝します。
本番では持てる力を出し切り、共通テスト終了後は自己採点を行います。自己採点の結果を踏まえて二次試験科目の勉強計画を微調整します。共通テストで失点した分野は早急に復習し、二次試験に関連する内容なら重点的に補強していきます。共通テスト後は気持ちを切り替え、二次試験対策に全面シフトします。2月。二次試験まで残り1ヶ月弱です。ここからは東京大学の過去問演習を中心に志望科目の仕上げを行います。数学は過去問や東大型の予想問題を時間を計って解き、回答を書く練習を繰り返します。英語は過去の東大英語を実際に解いて添削し、出題傾向になれます。社会は東大の論述過去問を使って答案練習を重ね、添削や回答例確認で記述力を最終調整します。理科も東大過去問演習で記述回答力と計算力を仕上げます。2月中旬までには東大入試本番を想定して、模擬試験形式で2日分通しの演習を 1,2 回行いましょう。1日目2日目の科目を本番同様の時間割で解くイメージです。本番直前週は暗記の最終確認と軽い問題演習に留め、睡眠時間を十分確保します。当日は平常心で臨めるよう、試験会場の下見や持ち物の準備を万全にしておきます。本番に弱い人へ、直前1ヶ月の過ごし方という動画を必ず見ておきましょう。このスケジュールは目安です。自身の習熟度に応じて計画を微調整しましょう。特に苦手科目は早めに対策し、得意科目も油断せず継続して演習を行います。また、計画通りに進まないこともありますが、模試などで弱点を把握しつつ、柔軟に修正し、最後まで諦めず取り組むことが重要です。平日と休日で勉強に当てられる時間が異なるため、それぞれの学習スケジュール例を示します。1回の集中持続時間は2時間の想定でスケジュールを組んでいます。そのため2時間の勉強プラス小休憩をワンセットとし、科目を切り替えながら学習します。これから見ていくのは典型的な時間割の例です。平日。学校のある平日は日中の9時から17時は授業等で自主勉強時間が取れない想定です。放課後から夜にかけて効率よく学習時間を確保することが肝となります。帰宅後に2時間勉強、休憩、2時間勉強、復習という流れが一例です。平日の科目配分例。この計画表例のように、1日2、3科目に取り組みます。特に数学は毎日1ブロック以上確保して継続的に演習しましょう。苦手克服のため、平日は毎日夕方に数学を配置するのがいいと思います。もう1ブロック、英語、理科、社会、国語をローテーションします。例として、月水金は英語、火曜は理科、木曜は社会といった形で割り当て、国語は平日の夜や隙間時間に読解や暗記を進めます。自分の時間帯別の集中度に合わせ、計算練習など頭を使う科目は比較的頭の冴えている夕方から夜前半に、暗記メインの科目は就寝前などに回すなど工夫しましょう。土曜日は基本的に終日勉強できますが、6時から10時は予定があり学習できないという想定で計画例を示します。この場合、予定の時間以外を有効活用します。午前午後にそれぞれ2時間ブロックを2回ずつ入れ、夜に余力があればもう1ブロック勉強します。夜に関しては予定後で疲れている場合、無理せず休息を優先するのも一手です。ただ、この1ブロックを毎週やり抜くかどうかで合格率は大きく変わる可能性が高いです。各ブロックで別の科目に取り組み、平日カバーしきれない科目や弱点補強に当てる、などのように柔軟に計画を立てましょう。土曜の科目配分。平日に比べ勉強のための時間を長時間確保できるため、社会、理科など時間をかけたい科目を重点的に配置します。例えば、午前中に社会を2時間かける2コマ集中的に勉強し、通信などを進める。午後は理科の計算演習と英語長文演習をするといった形です。数学も毎日欠かさず演習したいので、どこか1コマ入れましょう。僕のおすすめは図にあるように午前中です。夜の予定後は疲労具合を見て、無理なら休むか軽い復習程度にとどめ、翌日に備えるのも手です。日曜日は8時から24時の間フルに使える貴重な1日だと想定して計画を考えてみました。適宜休憩を挟みつつ、2時間ブロック ×5 から6コマ程度の勉強を目標にしましょう。土日は直前期でなければ遊びなどで消えることも多いと思いますが、直前期になると極力予定を入れずに勉強にコミットした方が合格可能性が高まると思います。
1週間の総復習や時間のかかる模擬試験、過去問演習を実施するのも日曜が最適です。これから見る計画表は一例です。日曜の活用ポイント。午前中は前週の復習や苦手克服に使い、午後に実践形式の演習を入れると効果的です。例えば共通テスト形式の模擬試験を午前から昼に実施し、自己採点見直しを午後に行う。あるいは東大の過去問を科目ごとに解いてみるといった具合です。長時間になるため90分から120分ごとに小休憩を入れて集中力をリセットしましょう。また日曜夜には翌週の計画を立て直し、月曜から取り組む内容を整理しておくとスムーズに勉強に入れます。ここまで見てきたのはあくまでモデルケースです。自分の生活リズムや学校の行事に合わせて開始・終了時間や科目配分を調整してください。重要なことは毎日コンスタントに勉強を続ける習慣を作ることとメリハリのある時間管理をすることです。2時間勉強したら必ず休憩を入れてリフレッシュし、だらだらと長時間机に向かい続けないようにします。休憩中に軽いストレッチをしたり、仮眠をとるとその後の集中力が高まります。また計画通りに進めば自信になりますが、進まなくても落ち込まず、翌週に調整して取り戻せば大丈夫です。習慣計画は柔軟に見直しつつ、継続して実行しましょう。各教科でおすすめの参考書、問題集をリストアップします。ここで紹介したものを必ず使わなければならないということは一切ないので、最終的には書店で自分に合いそうな雰囲気を醸し出しているものを使えばいいと思います。ただ計画において参考書や問題集の選定は欠かせないので取り上げます。基礎、標準、応用の順で使い分け、段階的にレベルアップできるように選んでみました。参考書選びに迷ったら参考にしてみてください。チャート式、基礎からの数学。教科書レベルから標準レベルまで網羅した問題集です。解法パターンごとに基本例題と類題が載っており、基礎固めに最適です。まずは青チャートを夏までに計画的に解き進め、数学の必須手法を一通り習得しましょう。重要公式や典型問題の解法は暗記するくらい繰り返すことです。青茶を使っている人や持っている人が多いかなと思ったので挙げていますが、使い方には注意が必要です。最初のページから全ての問題を解くという使い方よりは、これ以降に紹介する中級から上級レベルの問題集をやる中で、理解が不足していると感じたジャンルだけ青茶で解くみたいなやり方がおすすめです。1対1対応の演習。授業などで基礎を終えたら取り組みたい問題集です。各単元ごとに両問が厳選されており、回答解説も丁寧です。模試や過去問お試し演習などを通じて特に伸ばしたい分野だけをやるのもいいです。思考力を養う両問が多くて、応用問題への橋渡しになります。夏休みから秋にかけて解き、解法の引き出しを増やしましょう。文系プラチカ。難関大向けのハイレベル問題集です。東大をはじめ難関校の入試問題が収録されており、実践力を鍛えるのに役立ちます。夏以降、基礎標準が固まった段階で挑戦しましょう。時間を計って解く訓練にも最適です。プラチカで太刀打ちできない問題は東大入試でも難問に該当するので、解説を読み込んで理解を深めてください。これら以外にも、基礎問題成功、標準問題成功というルートやフォーカスゴールド、新数学プラスエリートなどといった教材も定評があります。自分に合ったものを一冊選び、繰り返し解くことが大切です。一度使うと決めた参考書は途中で投げ出さず、完璧に仕上げるつもりで取り組みましょう。どの教材でも解いた問題にチェックをつけ、間違えた問題は解説を熟読し、数日後に解き直すことで定着を図るのが実力につながります。数学は解法記憶、演習で体得のプロセスが重要です。リスニング対策も必要なので、NHK の英語講座や市販のリスニング問題集、TED、海外のポッドキャストなどを使って週に1、2回程度は耳慣らしをしておくと安心です。鉄壁。東大受験生の定番英単語帳です。見出し語約2100単語、プラス派生語、熟語が収録されており、共通テストから2次まで対応できます。毎日コツコツ進めて夏までに一通り完了し、その後も繰り返し復習しましょう。単語力強化は英語全体の基礎となるので侮らないようにしてください。難しすぎる場合はシステム英単語やターゲット1900などで基礎単語を固めてから取り組んでも OK です。単語は基礎的なものを徹底的に繰り返して覚えたら、あとは文脈からの類推で長文読解できるようになるので、あんまり難しい単語帳を使う必要はないというのが個人的な見解です。文脈を読むのが苦手なら単語量で補うのがいいと思います。ネクストステージ。
文法、語法、イディオム、会話表現など入試品質ポイントを網羅した問題集です。選択肢形式で演習量を詰めるので、基礎固め期に集中的に取り組みましょう。文法は一通り学んだら英文を書けるようにする訓練も重要です。ネクストステージで知識を暗記した後、実際に簡単な英文を書く。和文英訳する練習にもつなげてください。代わりにヴィンテージでもいいと思います。英文解釈の技術70。英文読解力を養う参考書です。70個の重要構文を例題で解説しており、難解な英文もスムーズに読めるようになります。夏から春にかけて並行して進め、英文の構造把握力を強化しましょう。類書にポレポレもあります。どちらか一冊をやり込めば十分かなと思います。やっておきたい英語長文シリーズ。入試標準から難関レベルの長文読解問題集です。500語程度の中長文編と700語以上の長文編、それ以上の超長文編があり、段階的に読解力と速読力を鍛えられます。夏以降に本格的に取り組み、設問への対処法も含め演習しましょう。時間を計ってとき、解説で用紙把握や設問のポイントを確認する習慣をつけましょう。ドラゴンイングリッシュ。自由英作文や和文英訳対策に有用な一冊です。品質の基本英文の例文を暗記応用することで、自分で英文を書く引き出しが増えます。秋から冬にかけて取り組み、添削指導を受けられるなら受けて表現を磨きましょう。学校の先生や塾講師に見てもらうのがおすすめです。AI でもいいと思います。英語は単語、熟語暗記と文法の基礎が固まって初めて長文読解や英作文で力を発揮できます。焦って長文ばかり解くのではなく、春から夏は単語プラス文法プラス英文解釈にバランスよく時間を配分してください。僕が英語長文の実力が一気についたのは、一つの長文を丁寧に読んだ時だったので、長文はむやみにたくさん読むよりも、一つを丁寧に分析しながら読むことで、普遍的な実力がつくというパターンも結構あると思います。現代文読解の開発講座。難関国公立向けの現代文問題集です。論理的読解力を養成でき、記述的回答のコツも学べます。最初は難しく感じるかもしれませんが、解説を丁寧に読み、記述答案の書き方を身につけましょう。現代文が苦手な場合は、船口のゼロから読み解く現代文など優しめの参考書で読解の基礎を学んでから取り組むといいと思います。上級現代文シリーズ。難関国公立レベルの国語で戦える実力が身につく超絶良門揃いの問題集です。古文単語315。古文読解の必須単語315語を網羅した定番単語集です。毎日少しずつ暗記し、夏までに一冊完了を目指します。合わせて付録の古典文法の整理も活用し、助動詞活用や敬語法など古典文法を基礎から固めましょう。古典は暗記がものを言いますので、単語文法を完璧にすることで読解がぐっと楽になります。古文上達、基礎編、読解編。古文の読解練習教材です。基礎的な文章から始めて段階的に難易度が上がります。本文の現代語訳や設問解説が詳しく、自学実習に適しています。夏以降、古文単語、文法の学習と並行して文章に触れ、読解演習を積みましょう。漢文早覚え即答法。漢文の重要句形と漢字の読みをコンパクトにまとめた参考書です。漢文が苦手な人でも基礎から学びやすく、短期間で漢文のルールを習得できます。句形チェックシートなども活用し、品質の漢文句法、単語を暗記してください。基礎習得後は学校の漢文教材や過去問で訓練しましょう。国語は伸びにくい科目と言われますが、論理的に文章を読む訓練をすれば着実に点は取れるようになります。知らない語彙があると理解が曖昧になるので、現代文キーワード読解などで評論文の品質用語の意味を押さえておくのもおすすめです。古文漢文は暗記が得点への近道です。古文単語帳や漢文句法集は何回も周回し、共通テスト直前期には毎日見直すくらいにしておきましょう。二次試験の国語は記述量が多いですが、過去問演習を通じて回答の採点基準に慣れておくことも大切です。模範解答を読み、要点の抜き出し方を学びましょう。自分の選択科目に合わせて参考書を活用してください。ここでは例として歴史を取り上げます。山川世界史教科書資料集。まず教科書資料集を通読し、歴史の流れを把握します。苦手な場合、下手な参考書に手を出すより、教科書をじっくり読むのが近道です。資料集の地図や年表も確認し、重要事項にマーカーを引くなどして理解を深めましょう。教科書を使わないのは基本的になしですが、教科書は本格的な通知に使うというより辞書的に使うものなので、サクッと通知したい方は10時間世界史を見てください。
世界史 B 一問一答。用語暗記用の定番問題集です。教科書で学んだ内容を実際に答えられるかチェックできます。通知学習に合わせて該当範囲の一問一答を繰り返し、重要用語、人名、年号を暗記します。苦手分野は何度も反復し、完璧に答えられるようにしましょう。一問一答の単語帳の代わりに鬼リピ動画を見まくってもかなりいい線にいけると思います。ナビゲーター世界史。全4巻のストーリー形式の解説書です。教科書では理解しづらい因果関係や背景知識が丁寧に書かれており、読むと歴史の流れがつかめます。時間に余裕があれば夏休みなどに活用してください。ただし分量が多いんで、要点の把握に留めるか、苦手な範囲のみ読む形で構いません。実力をつける世界史。世界史の知識・記述系問題集です。論述対策にも対応しており、東大など二次試験レベルの記述問題の基礎的な知識が練習できます。文系で世界史を二次試験科目にする場合、秋以降に取り組んでください。まずは自力で答案を書き、回答例と照らし合わせて不足点を確認します。記述の書き方も解説から学びましょう。社会科は科目数が多いので、自分の選択科目に絞って計画を立てる必要があります。文系志望なら地歴2科目プラス共通テスト公民1科目。理系志望なら地歴公民から1科目という組み合わせになるはずです。例えば文系で日本史と世界史を選択するなら、日本史も同様に教科書、一問一答、論述対策問題集という流れで学習します。山川は日本史教科書、日本史一問一答、日本史論述問題集などを使用しましょう。理系で地理を選択する場合は、教科書と地図帳で基本事項を押さえ、村瀬の地理 B を初めから丁寧になどで系統地理、知識の理解を深め、共通テスト過去問演習を行うといった形になります。いずれにせよ暗記プラス演習のバランスが重要です。ただ暗記するだけでなく、過去問や問題集でアウトプット練習を積み、記述式なら採点基準を意識した答案作成を練習しましょう。論述対策は究極的には過去問をやるのがいいと思います。理系志望の場合は理科2科目、文系志望の場合は共通テストで理科基礎2科目が必要です。自身の履修科目に応じて参考書を選択してください。以下では理系向きに物理科学を例示します。物理のエッセンス。物理が苦手な人向けの入門的参考書です。各テーマごとに基本原理の解説と典型問題があり、公式の成り立ちから丁寧に学べます。まずはエッセンスで力学、電磁気など基本範囲の基礎を固めましょう。両門の風。入試標準レベルの両門集です。基礎から標準的な問題を通じて、公式の使い方や解放パターンを身につけられます。エッセンス終了後、夏から秋に取り組み、演習量を積みましょう。解説も詳しいので、間違えた問題は理解できるまで読み込んでください。重要問題集物理。難関大受験生に定番の問題集です。分野ごとに基礎から応用問題が網羅され、巻末に難関大の両問も掲載されています。両問の風で標準問題になれたら秋以降に挑戦しましょう。難問に直面した時の思考力養成に役立ちます。時間を計って演習し、回答プロセスを記述する練習もここで行っておくと二次試験対策になります。宇宙一わかりやすい高校科学。漫画や図解で高校科学を基礎から解説した参考書です。科学が苦手な人でもイメージをつかみやすく、独学で理解を深めるのに適しています。学校の教科書と併用して原理の部分をこの本で補完するといいと思います。科学基礎問題史成功。科学の基本的な問題を網羅した問題集です。理論、向き、有機の各分野について基礎事項の確認問題が収録されています。苦手分野の克服に最適で解説も詳しいため独学しやすいです。夏までに基礎問題成功を仕上げ典型問題を抑えましょう。重要問題集科学。物理同様、科学でも定番の網羅系問題集です。基礎問題と発展問題に分かれており、自分のレベルに応じて段階的に解けます。秋以降に取り組み、難関大レベルの問題にもチャレンジしてください。有機化学の構造決定問題や、無機化学の反応式暗記など重要テーマはこの問題集で総ざらいできます。理系志望の場合、物理科学の2科目ともバランスよく学習する必要がありますが、苦手科目がある場合は、まず1科目に集中して基礎固め、そしてもう1科目という進め方も有効です。例えば、物理が特に苦手なら、物理を夏までに集中的に仕上げ、科学は授業ペースに沿ってゆっくり進め、夏以降科学に比重を移す、などです。文系志望の場合は共通テストで理科基礎2科目が必要です。理科基礎は教科書の太字レベルを暗記すれば高得点が狙えます。例えば生物基礎、地学基礎を選ぶなら、
生物基礎一問一答、地学基礎一問一答など、学校配布の教材や市販の共通テスト対策問題集を使い、秋から冬に集中的に暗記、過去問演習をしてください。理科基礎は深追いしすぎず、満点を狙うというより落とさない戦略で確実に点を取れるように仕上げましょう。過去問は自分の実力を測り、出題傾向になれるために非常に重要です。ただし早すぎる段階で闇雲に解いても基礎が固まっていないと効果が薄いので、取り組むタイミングと頻度を計画的に設定しましょう。共通テストと二次試験で分けて解説します。開始時期。夏以降から共通テストの過去問演習を本格的に開始します。それ以前の春から夏は基礎固めに注力し、まずは共通テストレベルの問題集や模試で6から7割程度得点できる力をつけておきましょう。9月以降、基礎がおおむね固まった段階で過去問演習に入ります。頻度、方法。はじめは月1回程度、共通テストの科目別過去問や予想問題を時間を計って解いてみます。例えば9月に英語の過去問を通して解く、10月に数学 1A&2B の過去問を解くといった具合です。10月から11月は月2回程度に頻度を上げ、できれば全科目を2巡することを目指します。12月以降は毎週土日どちらかで全科目通しの模擬試験を実施しましょう。市販の共通テスト過去問集や予想問題パックを活用し、本番さながらの時間配分で解きます。自己採点と復習。過去問を解いた後はその日のうちに自己採点し、解説を熟読します。間違えた問題はなぜ間違えたかを分析し、知識不足なら教材に立ち返って該当範囲を復習、ケアレスミスなら再発防止策を考えます。間違えた問題には印をつけておき、後日もう一度解き直しましょう。傾向把握。過去問演習を重ねる中で共通テストの傾向がつかめてきます。例えば時間が足りなくなりやすい科目、選択肢に紛らわしいポイントがある問題形式などに気づくはずです。それらを踏まえ、時間配分の戦略を練ったり、高品質分野の重点学習を行ったりします。本番までに自分なりの解き方のコツを確立しましょう。模試の活用。共通テスト対策として各種模擬試験も積極的に受験してください。全島共通テスト模試、共通テスト本番レベル模試、プレ共通テストなどが代表的です。模試は過去問と同様に弱点発見の機会です。結果表で得点率の低かった分野を洗い出し集中的に補強しましょう。また、本番形式の模試を経験しておくと、本番の緊張感になれるメリットもあります。本番同様のマークシート方式、時間割で解く機会を重ねておきましょう。開始時期。二次試験の過去問演習は秋頃から手をつけ始めるのがおすすめです。それ以前の段階では過去問そのものを解かずとも、二次試験と同レベルの問題集、例えば数学のプラチカや英語の長文問題集、英作文問題集などで十分トレーニングできます。ただし個人的にはできるだけ早い段階で過去問に一度目を通しておいて、形式面や出題傾向などを掴んでおくといいと思います。そして秋になったら一度東大の過去問にチャレンジしてみましょう。まずは科目別、年度別に1年分解いてみて、自分の現状を把握します。例えば、数学の問題を時間通りに解いて採点してみる。英語の過去問1年分を解いてみるといった形です。頻度、方法。共通テスト終了後の1月中旬以降、二次試験までは過去問演習とメンテナンスが中心になります。理系志望の場合、数学、理科、英語の過去問をできるだけ直近10から15年分ぐらい解きましょう。文系志望の場合、数学、英語、国語、地歴の過去問を同様に10年分以上解きます。1日に全科目通して解くのは難しいので、科目ごとに分けて毎日1科目ずつ演習するスケジュールがおすすめです。例えば月曜は英語1年分、火曜は数学1年分、水曜は国語1年分のようにローテーションして週に1巡するイメージです。2月中旬までに主要科目は過去問5年分 ×2 週以上を目指しましょう。最終的にコツがつかめてくれば、1周するより苦手な大問だけをやりまくるとかも効果的かつ効率的になります。答案の自己採点、分析。2次の過去問は記述式答案になるため自己採点が難しい部分もありますが、配点を意識して部分点を推定しながら自己採点してみましょう。厳しめの採点がおすすめです。そして模範解答や解説を読み、自分の答案と見比べて足りなかった点を洗い出します。数学なら回答プロセスの論理が飛んでいないか、英語なら和訳で意味を取り違えていないか、国語社会なら設問の意図にずれた答えを書いていないか、などを確認します。可能であれば学校の先生や塾の講師に採点、添削をお願いし、客観的なアドバイスをもらうといいでしょ
特に答案の書き方についてはプロに見てもらうことで大きく改善できることがあります。傾向分析と対策評価。東大の過去問を解くことで出題傾向や難易度の肌感覚がつかめます。例えば数学なら証明問題が品質、微積分の出題率が高いなどが見えてくるので、その分野を重点的に復習します。英語なら要約問題対策に時間を割こう。自由英作文は環境問題など品質テーマの表現を用意しよう。など戦略が立てられます。知歴なら論述は配点が高いので書きすぎず要点を簡潔になど過去問から学べることは多いです。気づいた傾向はノートにまとめ、直前期に見返して対策漏れがないかをチェックしましょう。プレテスト。可能であれば東大即応オープン模試や東大実践模試を受験しておくと本番形式で自分の立ち位置を確認できます。これらは東大入試を丸ごとシミュレーションした模試なので時間配分や問題の取捨選択の練習になります。結果で弱点科目が判明したら残り時間で重点補強し、得意科目はさらに磨きをかけましょう。過去問は解きっぱなしにせず、解いて分析して対策を練るところまでやりきってこそ効果があります。共通テスト、二次試験ともに本番までに十分な量の過去問、模試を経験し、問題形式や難易度に慣れておいてください。そうすることで本番でも落ち着いて実力を発揮できるはずです。場数を踏んで自信をつけることが目標です。以上、かなり色々と具体的に紹介してきました。冒頭でも話したことですが、これをそのまま遂行したからといって合格できるとは言えないし、むしろ自分の頭で計画を考えられないような人は基本東大に受かりません。でも、どれくらいの計画を立てるべきなのか、どんな感じで勉強を進めていけばいいのかの参考があるかないかで、計画の立てやすさが変わってくることも事実だと思います。だからこそ僕が実際に二次試験まで1年ぐらいしかない受験生だったとしたらどんな感じで考えるかなという想定でいろいろと仮定を置いて計画を作成しました。ぜひ参考にしてみてください。いや、活用してください。内容をパクるのではなく、考え方や具体度合いをパクってください。あなたの第一志望校への合格を祈っています。